こガシャッガシャッと。おお、いいね、かっこいいじゃない。こういうギミック系があるっていうのかな、男心をくすぐるんだよな。いいな。変形は男のロマンなんつってねまあそのうち合体するヘルメットとか出てくるんだろうな。まあそらないか、そらないな、そらないわはい、どうもこんにちは。ガンダム好きなやつ、システムヘルメット選びがち。今日もね、月秋葉の知識でヘルメットの比較やっていきたいと思いますよ。ところで皆さん、もう冬ですよ。いつまでジェットヘルメットかぶってるんですか？今日は顔面が寒くて仕方がない、そんなあなたのために3バイザー付きのフルフェイスヘルメットの比較やっていきたいと思います。今日比較するのは、翔英さんから GT Air 2、新井さんからアストラル X、 OGK さんからカムイ3、この3つを比較していきたいと思います。それではまずそれぞれの特徴からお伝えしていきたいと思います。まず GT Air 2ですね。高速道路の利用が多いあなたはこちらの GT Air 2がおすすめ。前作よりエッジの効いたフォルムで空力性能も進化、静粛性、ベンチレーションも含め全ての基本性能が最高レベル。またヘルメットに専用の印鑑も内蔵できるっていうのは GT Air 2だけですね。ヘルメットの性能に一切妥協したくない、そんなあなたは GT Air 2がおすすめ。はい、続いてアストラル X ですね。ベーシックな基本性能にマルチなサンバイザーまで欲しい、そんなあなたはアストラル X がおすすめ。多用途に使用できるサンバイザーや最も広い視界が特徴。スネル規格で安全性にも抜かりはないですね。ツーリング用ヘルメットが欲しいけどサンバイザーの使い勝手も重視したい、そんなあなたにアストラル X はおすすめ。はい、最後にカムイ3ですね。もっと手軽にサンバイザーモデルが欲しい、だけど機能性だって諦めたくない、そんなあなたはカムイ3がおすすめ。独自の赤外線遮蔽シールドを備え、胴体内の温度上昇を抑制。サンバイザーの面積は最も広くて外からもほとんど顔が見えることはありません。インカムスペース、スピーカーや配線スペースにまで配慮されており、かゆいところにまで手が届く機能が満載ですね。機能性にあふれていながら最もコストパフォーマンスに優れるモデルですね。今回比較した項目はこちら。静粛性、重量、涼しさ、空力、視界、価格の6項目ですね。最も優れている点が多いのは GT Air 2。テストする車両や環境によって結果が変わりますので、あくまで参考までに見ていただきたいと思います。静粛性は高速道路で100キロの走行テストを行っておりますので、そちらの映像をどうぞ。100キロで走行中です。100キロで走行中です。100キロで走行中です。最も静粛性が高いのは GT Air 2ですね。今回の比較の中では最も気密性が高くて遮音性も非常に高いモデルとなっています。外の環境音がこもって聞こえるほどですね。ただし専用のセナのインカムを埋め込む左右のユニット部分から常にザーというような音が聞こえてまして、これがちょっと気になるかなということはありますね。以前 GT Air の新旧比較動画を上げた時に視聴者さんからこのセナのユニットの部分にちゃんとインカムを組み込むと音はしなくなりますよというコメントをいただいたことがあります。ですのでここのユニットの起伏段差に問題があるというよりは、おそらくこの中に空間があるっていうこと自体が音の原因になってるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、続いて静かなのはアストラル X ですね。気密性は低いんですけれども、サンバイザーを下げて直進している限りにおいては比較的静かな方ですね。しかし同時に胴体周辺からの音が発生しやすいというのもこのアストラル X ですね。シールドベース周辺であったり、またシールドとバイザーのこの段差とかですね、この辺りからの異音を発生しやすいですね。またバイザーを上げた時のミドルポジションやピークポジションでの風切り音の発生もしやすいというのがちょっと難点かなというところはありますね。
はい、最後はカムイ3ですね。カムイ3は膨体の周辺からの騒音もあるんですけれども、首と肩のこの空間部分からずーっとサーという音がしてます。以前 OGK さんの動画を上げた時にシールドのこの持ち手部分が原因となって左の頭部から音がするというようなコメントをいただいたことがあったんですけれども、私の場合は左の首の部分から音がしますね。はい、重量についてはこちらの表を見てください。 M サイズ L サイズにおいては最も軽いのは GT Air2、 続いてカムイ3、最も重いのがアストラル X という順ですね。 S サイズと XL サイズは例外ですね。 S サイズにおいて最も重いのはカムイ3、また XL サイズにおいては最も軽いのがカムイ3となっています。ちなみにカムイの膨体は S、M サイズで共通、L、XL サイズで共通となっていますので、平均重量値は変わりませんね。アストラル X に関しては M、L サイズが共通膨体ですので、平均重量値は同じとなっています。括弧内の赤い数字は GT Air2 の重量を1とした時の他のヘルメットの重量比を表しています。例えば GT Air2 の M サイズが括弧1となっていますが、アストラル X の M サイズはその 1.04 倍だということです。最も涼しいのは GT Air2、 続いてアストラル X、 最後にカムイ3という順番ですね。 GT Air のインテークは頭頂部に1箇所、口元に1箇所、シールドの尾開機能も合わせると3箇所、エアアウトレットは後頭部に2箇所、開閉操作はできません。内側は頭頂部にインテークの穴が2箇所、後頭部にエアアウトレットが2箇所。頭部から入ってきた風が後方だけでなく側頭部まで感じることができます。アストラル X のインテークは頭部に2箇所、シールドに2箇所、口元に1箇所、後頭部には開閉できるエアアウトレットが1箇所、側頭部にも左右1箇所ずつ、首元のエアアウトレットもありますが、どちらも開閉操作はできません。内側はエアインテークの穴が3箇所ありますが、真ん中の穴は機能していません。後頭部はエアアウトレットの穴が3箇所ありますね。各インテークの風量は控えめなんですが、通気用の穴が最も多く冷却範囲が広いことが特徴ですね。カムイ3のインテークは頭部に2箇所、口元に1箇所、後頭部には開閉式のエアアウトレットが1箇所ついています。内側はインテークが2箇所、エアアウトレットが2箇所。インテークの風量はアストラル X よりやや多いというのが特徴ですね。最も涼しいのは GT Air2 ですね。頭頂部、口元とも入ってくる風の風量は最も多いですね。また頭頂部から入ってきた風が後頭部に向かって流れていくというのも感じることができます。額の部分にはインナーバイザーがあるので額こそ風は感じないんですが、それでも頭頂部から入ってきた風は側頭部付近にまで感じることができますね。またシールド尾開機能ですね。これもインテークの一環だと考えれば、今回の比較の中では最も涼しいというのは間違いないのではないかと思います。はい、続いてはアストラル X ですね。アストラル X のインテークの風量は最も控えめではありますが、エアインテークは前頭部に5つ、後頭部にはエアアウトレットが6つもありまして、通気穴が最も多いというのが特徴ですね。どこか1箇所が涼しいというよりは、膨体全体が均一に冷却されているという感覚ですね。はい、最後にカムイ3です。カムイの頭部のインテークはアストラル X よりは感じやすいですね。ただ冷却範囲は少し劣っているかなという印象です。カムイ3が標準で搭載しているこの赤外線遮蔽シールド、このシールドは太陽からの赤外線の熱をかなりカットしてくれますので、シールド部分から伝わってくる熱というのはかなり抑えられてますね。他のヘルメットと比較しても体感できるレベルで熱の伝わり方というのは違いますね。はい、空力が最も優れているのは GT Air2、 続いてカムイ3、そして最後にアストラル X という順番ですね。
最も空力性能が高いのは GT-Air 2。高速道路の走行中に最も頭が振られるというようなことが少なかったですね。この GT-Air 2の形状、上から見ていただくと分かるんですけれども、最も空気抵抗が少ないと言われる飛行機の翼の断面のような形をしておりますので、とっても空力的には有利な形状ですね。ただし前傾のバイクですとやや重心位置が気になりやすいかなというのはありましたね。はい、続いてはカムイ3です。カムイ3も GT-Air に続いて空力的には有利な形をしていますね。そしてまた OGK さんの特許であるウェイクスタビライザー、これも膨体付近の乱流をコントロールして膨体にかかる空気の抵抗を低減してくれていますね。また今回の比較の中では内装の締め付け感が最も強いですので、私にとってはそれがまた安定感につながっているという印象はありますね。はい、最後にアストラル X ですね。アストラル X はさっきの2つと比べると空力的にはやや不利な形状をしていますね。高速走行中は頭が振られるというような場面は最も多かったですね。また外付けのサンバイザー、このサンバイザーもミドルポジションまたはピークポジションでは通常の状態よりも風の影響が受けやすくなりますので、その点はご注意ください。はい、視界が最も広いのはアストラル X、 続いてカムイ3、そして最後に GT-Air 2という順番ですね。視界については先にイメージ映像を撮ってますんで、そちらの方を見ていただきましょう。こちら。はい、まず最初はアストラル X の視界です。アストラル X は最も視界が広いですが、バイザーの短さがやや気になるかなという感じですね。はい、続いてはカムイ3の視界です。カムイ3の視界は中間的ではあるんですけれども、バイザーが覆う面積が最も広いというのが特徴です。はい、最後は GT-Air 2です。GT-Air 2の視界は意外にも最も狭くて、バイザーの長さはちょうど中間といったところでしょうか。はい、視界が最も広いのはアストラル X ですね。アストラル X はバイザーが外付けですんで、他の2つみたいに3バイザーを格納するために膨体を厚くするという必要がないんですよね。しかしこの3バイザー自体は今回の比較の中では最も短くって、また一番上に上げた状態、この状態でも視界の上部にわずかに見えてしまいます。その代わりグローブを装着しての操作性であったり、日差しとしても利用でき、また曇ることがないっていうのもね、バイザーの使い勝手においてはとても優れているところですよね。はい、続いて視界が広いのはカムイ3。カムイはバイザーの格納部分のこの膨体の厚みが GT-Air 2よりわずかに少ないです。ですので上下左右の縁っていうのは見えるには見えるんですけども、最小限に抑えられてるかなという感じがしますね。また今回の比較の中では3バイザーは最も面積が大きいですので、バイザーのこの境目が気になるっていうようなことはほとんどないと思います。最も視界が狭いのは意外にも GT-Air 2ですね。原因としてはですね、この3バイザーの格納部分の厚みが他のモデルより非常にごついということですね。はい、続いて価格ですね。カムイ3は税別29,000円から32,000円、単色が5色、グラフィックは20色ですね。アストラル X は税別の51,000円から58,000円、単色が4色、グラフィックは3色ですね。GT-Air 2は税別の51,000円から59,000円、単色は6色、グラフィックは32色ということになっています。はい、それでは最後にもう一度それぞれの特徴をまとめていきたいと思います。まずは GT-Air 2、空力や静粛性、ベンチレーションなど全ての基本性能が最高レベル。セナの専用設計のインカムをヘルメットに内蔵できるという機能もありますが、その他のインカムに対応しにくいところがたまに傷ですね。また注意点なんですが、こちらの顎紐のバックル、これがですね大きくて首に当たる人もいるようですので、試着は必ずした方がいいと思いますね。
はい、続いてアストラレックス。スネル規格や外付けのサンバイザーを採用しているのはアストラレックスだけですね。操作性やバリエーションに富むサンバイザーや視界の広さ、内装が調整できるというのも特徴ですね。サンバイザーが最も短いっていうのが惜しいところですね。はい、最後にカムイ3ですね。シンプル多機能でありながら最もコストパフォーマンスに優れるモデルですね。最も広いサンバイザーや赤外線の遮蔽シールド、インカムの設置にも抜かりはないですね。前作と比べて内装がきついというのが難点ですね。最後に性能比較表をもう一度見ていただきましょう。こちら、車両や環境によって結果が変わってきますので、あくまで参考程度に見ていただきたいと思います。ところで新井さんのアストロ GX なかなか発売されないんで、私 FC モットで海外版のアストロ GX 注文してしまいました。ということでね、次回は海外版のアストロ GX をアストロ IQ やアストロプロシェードと比較するというような動画を作っていきたいと思います。はい、ということで本日はサンバイザー付きフルフェイスヘルメットの比較でした。今日はここまでご視聴ありがとうございました。